太陽系最大の輪を持つ美しい惑星、土星。そんな土星に生涯を捧げた偉大な旅人がいました。旅人の名は探査機カッシーニ。初めて包括的に土星を観測し、今日に至っても解析が終わらないほど膨大なデータを届けてくれました。土星に突入したカッシーニは最後に何を見たのでしょうか。高画質の実写画像とともにカッシーニの20年間にわたる壮大な旅を振り返ります。太陽系のガス惑星はすべて輪を持っていますが、土星ほど複雑な惑星はありません。土星本体の直径は地球の 9.4 倍。それに対して輪の直径は最大56万 4000km。地球44個分の長さに匹敵します。ところがその厚みは最も薄い部分でわずか10メートル程度。あまりに薄いため、地球から見て水平の位置に来ると輪が消えたように見えます。輪の正体は数十億に及ぶ岩石や氷のかけらです。水星や小惑星が土星に接近しすぎて重力でバラバラになったと考えられています。その大きさは塵ほどの微小なものから家ほどもある巨大な塊まで様々です。それぞれが違う速さで土星の周りを回っており、後に解説する複雑な構造を形成しています。土星は木星と同様に水素とヘリウムを中心に構成されたガスの塊です。最新の研究によると、中心核の直径は土星の 60% を占めています。その成分は氷と岩石、そして周囲の水素やヘリウムがスープのように混ざり合った巨大な塊。奇妙な内部構造の影響なのか、土星の密度は太陽系惑星で唯一水より小さく、水に浮かぶほど軽い星です。美しくも謎に満ちた土星を初めて間近で観測した探査機はパイオニア11号でした。これまで望遠鏡で眺めることしかできなかった土星系を目の前で写真に収めた初めてのミッションとなります。続いて土星を訪れたのがボイジャー1号と2号。ボイジャーの目はパイオニアを超える高い解像度で土星を捉えました。リングの複雑な構造、土星が従える多種多様な衛星を発見し、土星に対する理解はかなり深まりました。ただ、パイオニアとボイジャーは新宇宙を目指す道中に土星に立ち寄ったに過ぎません。さらに踏み込んだ観測を行うには、土星の周回軌道に入って数年間は観測を続ける必要があります。このような経緯で土星ミッションに特化した探査機カッシーニが誕生しました。カッシーニは高さ 6.7 メートル、打ち上げ時の重さが 5712kg という重量級の探査機です。動力は放射性物質の崩壊によって生まれる熱を利用する原子力電池。土星ほど離れた場所では太陽光発電の効果は限られるため、より安定して長持ちする原子力電池が現在に至るまで重宝されています。放射状に伸びた3本の棒は土星の磁場や電波の強度を測るためのアンテナです。地球と通信する際は直径4メートルのパラボラアンテナを使います。土星との平均距離はおよそ14億 km。高速でも往復で2時間40分かかるため、スムーズなデータのやり取りには必要不可欠です。観測装置がどれだけ優秀でも地球にデータを届けられなければ意味がありません。つまり探査機の根幹は通信です。僕たちの生活も通信に依存している以上、そのやり取りをどう守るかが重要になります。ここで本動画のスポンサー、サーフシャーク VPN の紹介です。近年はフィッシングの報告件数が増加傾向にあります。本物の通知メールを巧妙に模倣したフィッシングメールが正規のメールに混ざると判別するのは簡単ではありません。こうした手口は偽サイトへ誘導して情報を入力させるケースも多いので、怪しいサイトをそもそも開かない工夫が重要になります。
サフシャク VPN とは、インターネット通信を暗号化し、インターネット上の住所である IP アドレスを外部から分かりにくくすることで、通信内容を第三者に覗き見されづらくなります。サーフシャーク VPN のサーバーを経由して接続するため、プロバイダーやハッカーなどから通信情報を保護できます。サーフシャークには数百万を超える悪意のあるサイトやフィッシングサイトをブロックする機能があります。一つのアカウントでデバイス台数が無制限なので、PC やスマホなど複数端末でまとめて使えるのも便利です。加えて、メールアドレスやクレジットカードなどの情報流出が疑われる場合に通知して対策しやすくする機能もあります。また、新機能メール詐欺チェックが追加されており、メールアドレスがデータ漏洩に関与していた場合に通知を受け取ることができます。これにより、潜在的なリスクを早期に把握し、個人情報を守るための対策を講じることが可能です。特にカフェやホテルなどの公共 Wi-Fi を使う場面では、安全性の判断が難しいこともあります。VPN で通信を暗号化しておくことで、外出先でも安心感が増します。プロモリンク surfshark.com/ 両スペースにアクセスするか、決済時にプロモコード両スペースを使用すると4ヶ月分の利用期間が追加されます。30日間の返金保証もあるので、まず試してみたい方は概要欄と固定コメントから確認してみてください。3, 2, 1 and liftoff of the Cassini spacecraft. 1997年10月15日、フロリダ州ケープカナベラル空軍基地からカッシーニが旅立ちます。カッシーニを背負ったロケットは当時としては最大級のものです。その力をもってしても、大型のカッシーニを土星に直行させる軌道に乗せることはできませんでした。そのため、カッシーニは自身の推進力ではなく、重力を味方につける必要がありました。スイングバイ、惑星の重力を利用して探査機の移動方向やスピードをコントロールする工法です。これによって推進剤をほとんど使わず、大きな速度を効率的に得ることができます。カッシーニは金星で2回、地球と木星で1回ずつスイングバイを実行し、土星に行くために必要なスピードに達しました。打ち上げからおよそ7年後、カッシーニが土星系に到達。この素晴らしい画像は、到達して約3ヶ月後に土星から約630万 km 離れた地点からの光景です。2時間をかけて撮影した126枚の画像を合成し、これまでで最大級のカラー画像となりました。パイオニアやボイジャーが見た土星の雄大な姿が最新のテクノロジーで蘇ったのです。カッシーニは内部に格納していた小型探査機ホイヘンスを放出します。ホイヘンスの目的地は土星最大の衛星タイタンです。このミッションの前までタイタンについて分かっていることはごくわずかでした。水星と同じくらいの大きさでぼんやりした大気に覆われているらしい。大気の下に何が広がっているかを知るためには探査機を地表に着陸させる必要があります。ホイヘンスはタイタンの分厚い大気を2時間半にわたって降下。オレンジ色に見える大気の主成分は窒素とメタンで、有毒なシアン化水素なども合わせて検出されました。ホイヘンスは火星より遠い天体の地表に初めて着陸します。目の前に広がっていたのは固体の氷でできていると思われる長さ数百キロメートルにわたる砂丘。水ではなく天然ガスの主成分であるメタンでできた川や湖、四季に応じて多様に移り変わる天候。もしかすると地下数十キロメートルに液体の水とアンモニアからなる広大な海が隠れている可能性も。まるで第二の地球を思わせる光景が14億キロメートル離れた天体に広がっていたのです。地球とは別の進化を遂げた生命が潜んでいるかもしれない。ホイヘンスの探査は短いながらも新たな期待を芽吹かせる貴重な発見をもたらしました。土星にはタイタンより生命の楽園としてさらに有望な衛星があります。白銀の星エンケラドゥス。直径約 500km。タイタンの10分の1ほどしかないこの衛星の表面は硬い氷で覆われており、太陽系で最も反射率が高い天体です。
エンケラドゥスの表面を見るとクレーターがほとんどない滑らかな地形であることがわかります。天体が地質学的に死んでおらず、内部で何かしらの運動が起きている証拠です。上空には巨大な水蒸気と氷の粒子でできた雲が漂い、それを絶えず供給している比較的暖かい地表の亀裂もありました。エンケラドゥスに接近したカッシーニは地表の亀裂から水や氷の粒子が激しく噴き出している光景を目にします。その噴出速度は推定で秒速400メートル。カッシーニがその噴煙を直接採取して調べた結果、シリカナの粒子が検出されました。シリカナの粒子は液体の水と岩石が90度以上の温度で相互作用する場所で生まれます。さらに驚くべきことに、予想の20倍を超える高密度の有機物も発見されました。生命活動に必要不可欠な有機物が氷の衛星で大量に見つかったのは多くの科学者にとって想定外でした。こういった分析結果は地球の深海に見られる熱水噴出孔という熱源がエンケラドゥスにも存在する可能性を示しています。熱水噴出孔は地熱で温められた熱水が海底の割れ目から黒い煙のように吐き出される場所です。生命にとってはただの熱水ではありません。さまざまな化学物質が混ざった栄養満点のスープです。およそ40億年前の地球で熱水噴出孔から噴き出す成分を餌に生命の祖先が誕生したというシナリオが有力視されています。エンケラドゥスの地下にある海の底でも同じことが起きているかもしれません。カッシーニはこれまで謎に包まれていた土星の衛星に生命探査の最前線としてスポットライトを当てました。今流れている音はカッシーニが土星の輪を通過した際のデータを音声化したもの。この時、カッシーニは秒速約 20km のスピードで航行しています。まるで氷がトタン屋根にぶつかるような衝撃音。このような音が1秒間に最大で680回も検知されました。輪の粒子はすべて同じではありません。場所によって粒子の多いところと少ないところ、粒子が大きいところと小さいところに分かれています。カッシーニは電波信号が輪を通過する時の変化をもとに輪の構造を詳しく分析しました。その結果を落とし込んだ画像がこちらです。紫色は5センチ未満の粒子がほとんどない部分。緑色と青色はそれぞれ5センチ未満と1センチ未満の粒子が多い部分であることを示しています。白い部分は粒子の密度が高すぎて電波信号が遮られるため色分けが正確にできていません。輪の中央に最も粒子が密集していることがわかります。カッシーニは土星の輪を1枚の写真に全て収めることに成功しました。この壮大なパノラマ画像は幅およそ65万 km の範囲を切り取ったものです。太陽光が土星に遮られた中で撮影された141枚の画像を組み合わせて完成しました。最も外側にある白いもやのようなものまで全てが土星の輪です。見やすいようにコントラストが調整されているため、本来はここまで明るくありません。拡大して詳しく見ていきます。一般的に土星の輪は大きく分けて7つあります。肉眼でもはっきり確認できるのは A、B、C の輪です。特に B の輪が最も明るく、幅が25,000km 以上もあります。B の輪をさらに拡大すると、鮮やかな線のコントラストが浮かび上がってきます。1ピクセルあたり約 3km の輪を捉えたこの光景は、土星の美しさを象徴する画像です。B の輪とは対照的に、土星から最も近い D の輪は薄くてほとんど見えません。D の輪の密度はかなり小さく、土星に向かってどこまで続いているのかは不明瞭です。A の輪をかつてないほど拡大して撮影した画像。左の画像は約13万 4500km 離れた位置から撮影したもので、粒子の構造をかなり細部まで捉えています。
右の画像に映っている白い斑点は宇宙線や過電粒子によるものです。A の輪の外側を見ると大きな隙間と小さな隙間が空いているのが見えます。この隙間は2つの衛星の通学路です。左側の太い隙間にはパン、右側の細い隙間にはダフニスという衛星が輪の隙間を縫うように土星の周りを回っています。どちらも直径 30km に満たない非常に小さな衛星です。しかし彼らが及ぼす重力の影響で水平方向と垂直方向に波が生まれ、輪の中に自らの通り道を作り出しています。周囲の輪も重力に引っ張られて不安定に波打っています。隣にある F の輪に起きている現象も同じです。F の輪の内側にはプロメテウス、外側にはパンドラという衛星が回っており、両側から重力で引っ張られています。カッシーニは2つの衛星の公転軌道に挟まれた F の輪の様子を鮮明に捉えました。両側から重力を受けてほつれた糸のように不安定な構造になっています。F の輪とその下にある衛星ミマスを収めた1枚、カーブした部分で複数の輪に枝分かれしています。F の輪の外側にはそれよりはるかに薄い G と E の輪が広がっています。E の輪は土星から約24万 km 離れている土星最大の輪です。ミマスの軌道からタイタンの軌道までおよそ100万 km の幅があります。あまりに暗すぎてその鮮明な姿を地球から捉えることはできません。E の輪を構成する氷の粒子は近くを周回するエンケラデスの間欠性によって供給されています。土星の複雑な輪の構造はそれを取り巻く衛星の働きによって成り立っているのです。E の輪の近く、エンケラデスの軌道付近に浮かんでいる小さい粒は土星で5番目に大きい衛星テティス。重力が小さく完全な球体になっていない不規則な形の天体です。テティスの密度は土星と同様に水より小さく、大半が水の氷と少量の岩石で構成されています。画像の中央から少し右にテティスが映っており、さらに右上にはミマスが映っています。土星のすぐそばを回っているだけにスケールの違いが浮き彫りになっています。巨大な輪が土星の表面に落とす影が印象的です。この中にもテティスとミマスが映り込んでいます。ただし、ミマスが映っているのは本体ではなく、土星表面に落とした丸い影です。テティスの表面に降り立ったら、土星はどれほど大きく見えるのでしょうか。このパノラマ画像には、カッシーニからの思いがけないプレゼントが隠れています。画像の右端に映っている白い点は、約14億4600万 km 先に浮かぶ地球。5倍に拡大して合成処理を施すと、より明るさが増して見やすくなりました。ほとんど見えませんが、その右には月もうっすら映っています。高速でも80分はかかるほど遠い彼方から見た地球は、あまりにも綺麗で儚い姿。人間も街も自然も全てが宇宙の一部であることに改めて気づかせてくれます。地球や木星の色彩豊かな模様と比べて、土星の表面は無機質で均一的。そこで何が起きているのかを知るのは容易ではありません。赤道付近はピーナッツバター色ののっぺりした大気で覆われています。ところが極地に近づくにつれて徐々に斑点が増えていき、色は紺色に、そして東西の方向に大気の帯が走るようになります。これは激しい風が吹いている証拠です。上層大気では地球の最大風速の4倍を超える時速 1800km の暴風が記録されています。膨張したガスが冷えると大気中に含まれるアンモニアの氷の結晶が凝縮され、独特な白い模様を形成します。この画像はほぼ実物に近い色で撮影された土星の嵐です。2010年12月5日には南北に約 1300km、東西に約 2500km の大きさだったものが、19日後には南北方向に約1万 km、
東西方向に約1万 7000km にまで拡大。嵐が急速に巨大化し、土星の北半球を食い尽くさんばかりに成長しています。平坦な表面に浮かぶ水彩画のような白い模様を見ていると、言いようのない不安に駆られます。これは嵐の中で発生した稲妻の疑似カラー画像。青く光っている部分が稲妻の発生地点です。まるで木星の大赤斑のような模様ですが、土星の嵐を撮影したものです。北極ではさらに不可解な現象が起きています。回転する六角形の嵐。直径約3万 km、地球のおよそ2倍に達する規模のジェット気流が風速約 500km で回転しています。ジェット気流の中心部には底なし沼のような台風の目がじっとこちらを見つめています。カッシーニは長年の観測をもとに六角形の色が変化していることを発見しました。これは春から夏に移り変わる過程で受け取る太陽光が強くなり、スモッグ粒子が発生したためだと言われています。地球で起きるジェット気流の形は規則性が一切ないのが普通です。土星のようにいつどこから撮影してもこれほど整った六角形の嵐を維持しているのは不思議という一言では片付けられません。それを現実のものにしているのが地球とは全く異なるガス惑星という異常な環境です。地球の表面には海や陸地、山脈、雪など多様性があり均一ではありません。それに対して固体の地面が存在しない土星の表面ははるかに均一で、規則的なジェット気流が発生する条件が十分整っていると言われています。しかし、全ての謎が解けたわけではありません。なぜ六角形があるのは北極だけで南極には発生しないのか、どうしてこれほど長期間にわたって勢いが衰えないのか、そしてなぜ木星や海洋星といった他のガス惑星には見られないのか。カッシーニは六角形の謎に大きく迫りましたが、その正体を完全解明するまでには至っていません。2008年6月に最初のミッションを無事に終えたカッシーニは、さらに2回の延長ミッションを行いました。そして土星到達からおよそ13年後、すべてのミッションが終了。想定以上の成果を収めたカッシーニですが、彼が地球に戻ってくることはありません。この時、カッシーニはすでに土星に突入する周回軌道に入っていました。土星の雲の上空まで近づいたり、輪の内側の縁をかすめるように飛んだり、クライマックスを感じさせる特別な軌道を飛び続けました。ミッションの集大成、グランドフィナーレです。カッシーニは20年間にわたる長旅の中で燃料をほとんど失っていました。燃料の尽きたカッシーニをそのまま宇宙に漂流させておけば、土星やその衛星に墜落して環境を汚染するリスクがあります。探査機に付着した地球由来の微生物を別の天体に持ち込んで繁殖させてしまうと、それを地球外生命として誤って検出してしまったり、その星の環境を永遠に変えてしまうかもしれません。一度変えた環境は元通りにはできず、生命探査の大きな妨げになります。それを防ぐため、NASA の探査機はクリーンルームで組み立てられた後、140度以上で殺菌処理されます。さらに、惑星の保護を目的としたポリシーも策定。生命を維持できる可能性のある天体に向かう探査機には、厳しいルールが課せられます。太陽系の天体はいくつかのカテゴリーに分けられていますが、最も運用制限が厳しい、つまり最も生命が期待できるとみなされている天体の一つがエンケラドゥスです。エンケラドゥスやタイタンを汚染のリスクから守るためには、カッシーニを土星で安全に処分するのが最も合理的な選択でした。この画像は土星から約110万 km の距離で撮影された42枚の画像を合わせて完成したもの。かなり見にくいですが、エンケラドゥスを含む6つの衛星も写っています。カッシーニが土星に突入する2日前に撮影されており、土星全体を写した最後のパノラマ画像となりました。同じ日にカッシーニの撮影した画像が他にも残っています。
エンケラドゥスが土星の地平線に沈んでいく約40分間の光景、氷の衛星に別れを告げるカッシーニの視点は長い旅の終わりを感じさせます。その翌日に撮影されたのは約63万 4000km 上空からヨル川の大気を捉えた画像。丸のついた地点がカッシーニが飛び込む場所です。数時間後に最後の大仕事を控えながらも、カッシーニは土星の姿を淡々と目に焼き付けていきました。2017年9月15日、ついにカッシーニは土星への最後の接近を開始。スラスターを目いっぱい吹かせ、渾身の力を込めて土星の大気圏にぶつかります。突入時の速度は時速約11万 km 以上。突入の衝撃で高熱に包まれながらも、カッシーニはアンテナを地球に向け、限界を迎えるまでデータの送信をやめませんでした。これはカッシーニが地球に送ってきた最後の一枚です。輪に反射した光に照らされた土星が浮かび上がったモノクロの画像。徐々に意識が薄れてまぶたを閉じていくように、下半分が黒い影で覆われています。土星の過酷な環境は長時間の生存を許しませんでした。ほどなくしてカッシーニは土星の雲の中で流星のように大破し、跡形もなく消失。同時にコントロールセンターとの通信も途絶えます。カッシーニの捨て身のデータ収集によって土星大気の組成、輪を構成する成分、これまでで最も接近した画像など貴重な情報を数多く得られました。20年間にわたる壮大な宇宙探査は寂しくも輝かしい最終章をもってその幕を下ろしました。カッシーニの土星ミッションは最も成功した惑星探査の一つとして語り継がれています。月を除く惑星への初の着陸、エンケラドゥスでの生命が存在する手がかりの発見、複雑な輪の構造の解明、ボイジャーが叶わなかった六角形の完全な画像の撮影、土星を主目標とするミッションがしばらく予定されていないことを考えると、少なくとも今後数十年間は土星研究の最重要データであり続けます。土星と一つになったカッシーニは、姿こそ消えても太陽系を深く知る手がかりを長きにわたってもたらしてくれるのです。